2010年、北海道で発生した強姦殺人事件。加害者の男は犯行を覚えていないと主張し続けたにもかかわらず、無期懲役の判決が下されたのだ。記憶がないと言い張りながら無期懲役になった事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも被告めたんよ。この事件では加害者が徹底的に証拠を隠滅しようとした痕跡が残されていたのだ。証拠を隠滅しようとしたの？それなのに覚えていないと言ったのね。そうなのだ。記憶がないと言いながら隠すべきものをきちんと隠していたという矛盾がこの事件の核心なのだ。それは自分に不利な事実を分かっていたってことよね。おかしいわ。後半では僕止めたんで、加害者が本当に記憶を失っていたのか、そして証拠隠滅の背後に何があったのかについて深く考えていくのだ。事実だけでは見えてこない部分もしっかり掘り下げていくわよ。被害者の女性がどれほど理不尽な暴力にさらされたか、僕たちは正面から向き合っていくのだ。風化させてはいけない事件ね。この動画が事件を知るきっかけになってくれれば嬉しいのだ。最後まで一緒に見ていってほしいわ。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくなのだ。押してもらえると私たちの活動の励みになるわよ。それでは早速事件の詳細に入っていくのだ。楽しんでほしいわ。2010年、北海道で起きたある事件は、加害者の男が何も覚えていないと繰り返すだけで、その凶行の全貌が明らかになるまで長い時間を要したのだ。覚えていないですって、そんな言葉で済まされるような話じゃないわよね。性的暴行を伴う殺人、そして証拠を隠滅しようとした痕跡まで残されていたのだ。なぜこんな事件が起きたのか、一緒に見ていくのだ。被害者のことからきちんと知りたいわ。被害者の女性は当時20代前半で、北海道内に暮らす社会人だったのだ。職場では真面目で明るい性格として知られていて、同僚からの信頼も厚かったそうなのだ。ごく普通の日常を送っていた人だったのね。事件当日、彼女はいつも通り仕事を終えた後、知人と短い時間を過ごし、夜になって帰路に着こうとしていたのだ。当時を知る関係者によると、その日の彼女は特に変わった様子はなく、穏やかだったと語っているのだ。普通の夜が突然終わりを迎えてしまったのね。彼女が加害者の男と接触したのはその帰り道の途中だったのだ。男はこの地域に土地勘があり、夜間に単独で歩く女性を事前に狙って行動していたと伝えられているのだ。計画的に狙っていたということ？偶然じゃないのね。捜査関係者によると、男は以前から同様の行動パターンを繰り返していたとされ、この夜も被害者を見つけるために周囲を車でゆっくりと流していたそうなのだ。最初から人を傷つけることを目的に動いていたってことよね。許せないわ。男は被害者に声をかけ、車への同乗を促したのだ。被害者が断る間もなく、男は強引に行動へ移ったと報じられているのだ。断る間もなかったなんて、どれほど恐ろしかったか。ここからの出来事は被害者にとって極限の恐怖の連続だったのだ。この後、事態は急転するのだ。男は車内で被害者の身体の自由を奪い、抵抗できない状態に追い込んだのだ。被害者は声を上げようとしたが、男はそれを力ずくで封じ込め、周囲に助けを求める機会を完全に断ち切ったのだ。男はそのまま車を人気のない場所へと走らせ、外部から発見されにくい暗がりに停車させたのだ。エンジンの音だけが静まり返った夜の空気に響いていたのだ。車内では被害者に対して性的暴行が加えられたのだ。被害者は泣き続けていたが、男はそれを意に介することなく行為を続けたのだ。暴行の最中、男の表情は無感情に近かったと後の捜査で浮かび上がっており、快楽を求めて冷静に行動していた様子が伺えるのだ。被害者が力を失い始めた時、男は最後の行動に移ったのだ。首に手をかけ、力を込めたのだ。被害者はその場で命を落としたのだ。外は深夜の静寂に包まれ、助けを呼ぶ声は届かなかったのだ。言葉が出ないわ。犯行後、男はすぐにその場を離れず、証拠を消そうと行動を始めたのだ。これが証拠隠滅として後に大きく問題視されることになるのだ。犯行直後に証拠を隠そうとしたの？どんなことをしたの？男はまず被害者の所持品を確認し、自分との接触を示す可能性があるものを取り出して処分しようとしたのだ。携帯電話や身分を示すものが対象になったと伝えられているのだ。自分は助かることしか考えていなかったのね。被害者のことなど眼中にもなかったのよ。さらに男は遺体を車から運び出し、発見されにくい場所に隠そうと試みたのだ。周囲の地形を把握した上で行動しており、事前にそうした行動を想定していた可能性が高いのだ。遺体まで隠そうとしたなんて、事件を徹底的に消そうとしていたのね。男は犯行後しばらく現場周辺に泊まり、自分の痕跡を一つ一つ確認するように動いていたと伝えられているのだ。その行動は非常に冷静で、
感情の乱れがほとんど見られなかったそうなのだ。殺害した直後にそれだけ冷静でいられるなんておかしいわよ。しかし男の隠滅工作には限界があったのだ。翌朝、被害者が帰宅しないことを心配した家族が連絡を取り始め、周囲に異変が伝わっていったのだ。家族はどれほど不安だったかしら。夜中ずっと連絡を待っていたのかもしれないわ。被害者の失踪が確認されると、警察は行方不明者として捜索を開始したのだ。複数の捜査員が現場周辺の道路や空き地を丁寧に確認していったのだ。そこで遺体が見つかったのね。捜索開始からさほど時間が経たないうちに被害者の遺体は発見されたのだ。発見した捜査員は現場の状況を見て言葉を失ったと語っているのだ。発見した人たちもどれほどからかったか、それが現実として目の前にあるのよね。遺体の状態から性的暴行と殺害の両方が確認され、警察は直ちに殺人事件として捜査を切り替えたのだ。現場には男の痕跡が複数残されていたのだ。証拠を消そうとしたのに痕跡が残っていたのね。男が取り除こうとした証拠の一部は回収されたものの、車内の痕跡や周辺に残された物的証拠が捜査の大きな手がかりになったのだ。科学捜査が証拠隠滅の限界を暴いた形なのだ。どれだけ消そうとしても全てを消すことはできなかったのね。捜査当局は周辺の聞き込みと物証の分析を進め、事件から数日のうちに加害者の男に焦点を絞ることに成功したのだ。思ったより早く特定できたのね。男は逮捕時、何も覚えていない、記憶がないという言葉を繰り返したのだ。しかし現場に残された証拠はそれを明確に否定していたのだ。覚えていないなんて通るわけがないわよ。証拠が全てを語っているのに。裁判では加害者の記憶がないという主張が繰り返されたが、検察は物的証拠と状況証拠を積み上げて男の関与を立証したのだ。覚えていないが真実か嘘かにかかわらず、やったことは変わらないわよね。最終的に男には無期懲役の判決が下されたのだ。裁判所は犯行の残虐性と計画性、そして証拠隠滅の事実を重く受け止めた判断を示したのだ。それだけの行為をしたのだから当然の判断ね。では次にこの事件を起こした男について詳しく見ていくのだ。どんな人物だったのかしら。普通の人には見えていたの？男は事件当時30代で北海道内に在住していたのだ。近隣住民によると、表向きは普通の生活を送っているように見えていたそうなのだ。外から見れば僕普通の男性に見えていたのね。しかし幼少期には家庭環境に深刻な問題があったと伝えられているのだ。愛着形成が十分になされなかった可能性が高いと周囲の関係者は振り返っているのだ。幼い頃の環境がこんな形で影響を与えてしまったのね。学生時代のクラスメートによると、男は感情の起伏が激しく、思い通りにならないと激しく起こることがあったそうなのだ。しかし一方で普段は口数が少なく、内側に何かを溜め込むタイプだったと語られているのだ。表と裏がはっきり分かれていたということね。成人後は定職に就かず、不安定な生活を続けていたのだ。交友関係も乏しく、孤立した環境の中で歪んだ欲求が膨らんでいったと考えられているのだ。そのはけ口が全く無関係の女性に向かったということよね。犯行前、男の周囲にはいくつかのサインがあったのだ。知人によると、男は女性への攻撃的な言動を繰り返し口にしていたそうなのだ。誰かがそれに気づけなかったのかしら。止める立場にいた人間もいたが、まさかそこまではしないだろうと深刻に受け止めなかったと伝えられているのだ。このまさかが最悪の結果を招いたのだ。周囲のその油断が被害者の命を奪うことにつながったのよ。許せないわ。また男は犯行に先立って被害者の生活パターンを把握していたと見られているのだ。偶然の犯行ではなく、ある程度の準備と計画があったことが伺えるのだ。計画性があったということは衝動的な犯行ではないということね。そうなのだ。だからこそ証拠隠滅の行動も素早く行われたと見られているのだ。犯行後、男は被害者の所持品を一部処分し、自分との接点を消そうとしたのだ。計画的に命を奪い、さらに証拠まで消そうとしたなんて冷静すぎて怖いわ。捜査関係者によると、男は被害者の衣服の一部を遺棄し、現場に残された痕跡を意図的に攪乱しようとした形跡があったと報じられているのだ。それだけ計画的に動いていたのになぜ逮捕できたの？男の行動を捉えた防犯カメラの映像と遺留物に残されたわずかな痕跡が決め手になったのだ。どれだけ隠滅を図っても完全に消し去ることはできなかったのだ。科学的な捜査が隠滅工作を上回ったということね。逮捕された後、男は捜査員の取り調べに対して終始、記憶がない、覚えていないを繰り返したのだ。具体的な犯行の経緯については一切語ろうとしなかったそうなのだ。記憶がないなんて都合が良すぎるわよ。捜査員によると、男は感情をほとんど表に出さず、
淡々とした態度で取り調べに応じていたそうなのだ。その無感情な様子が捜査員たちにとって不気味だったと伝えられているのだ。被害者の苦しみに対して何も感じていないかのような態度ね。後半でも男の態度は変わらなかったのだ。弁護側は記憶障害の可能性を主張したが、裁判所はこれを退けたのだ。裁判所はどう判断したの？裁判所は男の記憶がないという主張は信用できないと明確に断じたのだ。物的証拠と状況証拠の積み重ねが男の関与を疑いなく示していると結論付けたのだ。証拠の積み上げが逃げ道を全てせいだということね。裁判では犯行の性的動機と残虐性が詳しく審理されたのだ。検察は被害者を人間として扱わない極めて卑劣な犯行と強く非難したのだ。被害者をまるで物扱いしていたということよね。絶対に許せないわ。遺族は法廷で涙ながらに被害者の最後の様子を語り、娘がどれほど苦しんだかを考えると胸が張り裂けそうだと訴えたのだ。その言葉は傍聴席全体に重く響き渡ったそうなのだ。遺族の痛みは計り知れないわ。涙なしには聞けないわね。検察の論告では、男が犯行前から被害者を標的として意識し、性的な欲求を暴力で満たすことを目的としていたと指摘されたのだ。最初から被害者を傷つけることが目的だったということよね。証拠隠滅の行動についても裁判所は厳しく言及したのだ。犯行後に証拠を処分した行為は事故の罪を逃れようとする意図を明確に示していると指摘されたのだ。隠滅しようとした事実そのものが自分がやったと認めているようなものよね。そうなのだ。この点が裁判所の心証を決定的に固めた要因の一つになったと見られているのだ。隠そうとした行動が逆に有罪の証拠となったのだ。皮肉な話ね。隠そうとしたことが自分の首を絞めたということか。こうして全ての審理を経た結果、男には無期懲役の判決が言い渡されたのだ。裁判所は犯行の残虐性、計画性、証拠隠滅の悪質さを総合的に考慮した判断を示したのだ。それだけの行為をしてそれだけの判決が下された当然の結果よ。しかし判決がどれほど重くても失われた命は戻らないのだ。被害者が生きていれば歩んでいたはずの人生を思うとただ胸が痛くなるのだ。何も取り戻せない。それが一番辛いことよね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に触れておきたいのが男が証拠隠滅に走ったという点なのだ。犯行後にすぐ遺体を移動させ自分の痕跡を消そうとした行動は明らかに計算されたものだったのだ。犯行直後に冷静に動けるって普通の精神状態じゃないわよね。そうなのだ。普通の人間は重大な事件を起こした直後パニックや罪悪感で身動きが取れなくなるのだ。それなのにこの男は冷静に証拠を処理しようとしたこの感情の切り替えの速さが僕はとても気になるのだ。感情が麻痺しているとしか思えないわ。罪悪感というものが最初からなかったんじゃないかしら。僕もそう思うのだ。そしてその罪悪感の欠如がどこから来たのかを考えるとやはり彼の育ちの問題に行き着くのだ。裁判でも幼少期の家庭環境が断片的に明らかになっていたのだ。どんな環境だったの？詳細が公開された範囲では情緒的なつながりが極めて乏しい家庭だったと伝えられているのだ。子供が感情をぶつけても受け止めてもらえず共感されない経験が繰り返されたという証言があるのだ。共感されないまま育つと他者への共感も育たないって言われているわよね。まさにそこなのだ。人間は幼少期に自分が感じていることを誰かに受け取ってもらうという体験を通じて他者の痛みを想像する力を育てるのだ。その回路が形成されないまま成長した可能性があるのだ。じゃあもし家庭が違っていたら結果も違ったと思う？それが僕の言いたい不可説なのだ。もし幼少期に安定した愛着関係を持つ大人が一人でもそばにいたならこうした強行に至らなかった可能性は十分あると思うのだ。でも逆の見方もできないかしら。環境だけが原因なら同じような家庭で育った人がみんなこうなるはずよね。そうじゃないわけだから本人の内側にも何かあったんじゃないかしら。鋭い指摘なのだ。そこで浮かび上がってくるのが反社会性パーソナリティ障害やサイコパシー傾向という概念なのだ。これは生まれつきの気質と環境の相互作用で形成されると考えられているのだ。サイコパシーって生まれつきの部分もあるってこと？そうなのだ。脳科学の研究では感情処理に関わる扁桃体の反応が生まれつき鈍い人が一定数存在することが示されているのだ。そういう気質を持った子供がさらに愛着を形成できない環境に置かれた時より深刻な方向に進みやすいと考えられているのだ。気質と環境が重なった時一番危険な状態になるということね。僕はそう思うのだ。この男の場合犯行の手口があまりにも残虐でかつ事後処理が冷静だった点から見ると他者の苦痛に対して感情的な反応がほとんど起きていなかった可能性が高いのだ。覚えていないという主張も罪悪感の欠如と関係があるのかしら。それとも単なる言い訳？そこも重要な点なのだ。覚えていないという主張が本当だとすれば
乖離状態や極度の興奮状態が起きていた可能性もあるのだ。しかし裁判所はその主張を退けたのだ。証拠隠滅の行動が意識的に行動できていた証拠として評価されたのだ。証拠隠滅が逆に記憶があったことの証明になったのね。そうなのだ。これはとても重要な逆説なのだ。冷静に証拠を処理できるほど意識があったなら犯行中の記憶もあったはずだという論理が成立するのだ。隠滅行為が嘘の防御を崩したのだ。自分を守ろうとした行動が自分の言い訳を完全に潰したわけね。ここで生まれつきか環境かという問いに戻りたいのだ。僕の見解はこの2つは切り離せないということなのだ。質という土台の上に愛着の欠如という環境が積み重なって初めてこうした人間が生まれてくると思うのだ。どちらか一方だけが原因というより掛け算で深刻になっていくということね。まさにそうなのだ。だからこそなぜこの男が生まれたかを問うとき本人だけを責めても問題の本質には届かないのだ。社会や家庭が早期に何らかの介入をできていたならという問いが残るのだ。でも介入できなかった現実があってその結果として一人の命が奪われた。それは取り返しのつかないことよ。そうなのだ。もしあの時を語ることは被害者への冒涜ではなく同じ悲劇を繰り返さないための唯一の出発点だと僕は思うのだ。そう考えるとこの事件を特殊な怪物の話として片付けてはいけないわね。僕はやっぱりこの男の強行の根には共感回路の欠如とそれを育てられなかった環境の両方があったと思うのだ。どちらか一方では説明できないのだ。私も同じ見方をしているわ。ただその結論がだから仕方なかったには絶対につながらないということははっきり言っておきたいわ。次にこの男の犯行がなぜ長期間気づかれなかったのかについて考えたいのだ。確かに周囲には全く気づかれていなかったのよね。この男は表向きには普通の男として振る舞っていたと伝えられているのだ。職場でも近隣でも目立った問題行動は報告されていなかったのだ。でもそれって本当に普通だったのかしら。それとも巧みに隠していただけなの？僕はそこに大きな問題があると思うのだ。この男が持っていた内側の暴力性は日常の場では抑制されていた可能性が高いのだ。つまりスイッチが入る状況と入らない状況があったということよね。そうなのだ。ターゲットが特定されて逃げ場のない状況に追い込める確信が持てた時だけその衝動が解放されたと考えられるのだ。それってむしろ計算があったということよね。衝動的な暴力ではなく条件が整うのを待っていたということかしら。その見方は鋭いと思うのだ。だからこそ外から見えなかったのだ。感情を爆発させる切れやすい人ではなく内部で蓄積しながら機会を選んでいたとすれば周囲が察知するのは非常に難しいのだ。それが一番恐ろしいわね。怒鳴ったり暴れたりしないから危険だと判断されない。証拠隠滅という点から見てもこの男の行動には一定の計画性が読み取れるのだ。犯行後に痕跡を消そうとした事実はその場の衝動だけでなく発覚した場合の対処まで考えていたことを示唆しているのだ。証拠を隠そうとしたということは自分がしていることが犯罪だとはっきり認識していたということよね。そうなのだ。覚えていないと法廷で主張したことと証拠隠滅行動は明らかに矛盾しているのだ。覚えていない人間が発覚を恐れて証拠を消しに動くはずがないのだ。その矛盾を法廷でしっかり指摘されたのは当然よ。言い逃れにも程があるわ。この記憶がないという主張は責任を曖昧にするための防御戦略だったと僕は思うのだ。そしてそれを可能にするほど日常での普通の人像が確立されていたのだ。周囲の見え方と実態のギャップがそのまま彼の防壁になっていたということね。被害者女性の立場から考えるとその孤立した状況がさらに残酷なのだ。誰にも見えない場所に引き込まれ助けを求める手段を奪われていたのだ。だからこそ助けが来なかったその孤立こそが犯行を成立させた条件だったのね。次に社会構造の問題としてどこで介入できたかを考えたいのだ。それはとても重要な視点よね。被害が起きた後ではなく起きる前に何ができたかということでしょう。僕が最初に注目するのはこの男がそれまでの生活の中で性的暴力への傾向を示すサインを出していなかったかという点なのだ。周囲に全くサインがなかったとすればそれはもはや予防不可能ということになってしまうわね。ただ僕はそうは思わないのだ。こうした犯行には必ず前段階があるのだ。小さな境界侵犯言動の異常他者への無関心といったパターンが積み重なっているはずなのだ。でもそのパターンに気づける目が社会に育っていないということかしら。まさにそこなのだ。日本社会では他人のことに介入しないという文化が根強くたとえ近くで異常を感じていても通報や相談に踏み切れない人が多いのだ。それが結果として犯罪者を守ってしまっているとしたら文化そのものを問い直す必要があるわよね。また
精神的な問題を抱えた人間が適切な支援を受けられる仕組みが不十分という構造的問題もあるのだ。加害者が治療や支援の対象として早期に発見されていれば犯行が防げた可能性があるのだ。でもそれは被害者になぜ防げなかったと責任を転嫁することにならないかしら。その点は慎重に分けて考えなければいけないのだ。悪いのは犯人であり、システムを変えるべきなのは社会なのだ。被害者に何かできたはずという方向には決して向けてはいけないのだ。そこははっきりしておかなければいけないわね。被害者は何も悪くない。社会の不備が問われているのよ。さらに言うと、性的暴力の加害者に対する監視支援の仕組みが日本では諸外国と比べて脆弱なのだ。欧米では性犯罪者に対する地域社会への情報開示制度や出所後のリハビリプログラムが整備されているのだ。日本にはそういった制度がほとんどないのよね。それが再犯リスクを高めていると言えるわ。この事件で証拠隠滅が行われたという事実はもう一つの問題を浮き彫りにしているのだ。捜査の初期段階で証拠を保全する技術的人的リソースが十分だったかという点なのだ。証拠が消される前に確保できていれば裁判の経緯も変わっていた可能性があるわよね。そうなのだ。物的証拠が早期に確保されていれば覚えていないという主張がより早く崩れていたかもしれないのだ。隠滅行為を困難にするための制度整備もまた社会が取り組むべき課題なのだ。証拠を隠したこと自体が問題よ。そこに制度の穴があったということよね。そして最も根本的な問題として性的暴力を個人の問題としてではなく社会全体で取り組む課題として捉える意識改革が必要だと僕は思うのだ。学校教育の段階から同意の概念や他者の尊厳を教えることが不可欠よね。性教育の欠如、相談窓口の不周知、被害者が声を上げにくい空気、この3つが重なった時、犯罪者は安全だと感じて行動するのだと僕は考えるのだ。被害者が声を上げられなかった理由もそこにあるかもしれないわ。この事件で命を奪われた女性は誰かに助けを求められる環境にあっただろうかと僕は問いたいのだ。それが整っていたなら結末は変わっていたかもしれないのだ。もしもを無駄にしないために社会は変わらなければいけないわね。僕はやっぱりこの事件が示す最大の教訓は暴力は事後に裁くだけでは足りない。事前に防ぐ仕組みこそが命を守るということだと思うのだ。私も同じ思いよ。裁判で無期懲役が下っても奪われた命は戻らない。予防こそが本当の正義だと私は思うわ。というわけで今回は2010年に北海道で発生した女性強姦殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？加害者が覚えていないと言い張りながらも無期懲役を受けた事実は証拠がいかに重要かを改めて思い知らせてくれたわ。そして証拠隠滅まで図った卑劣さに怒りが収まらないの。仮説の部分で話した被害者が声を上げられなかった環境という問題もずっと頭から離れないわ。命を絶たれた女性は普通の日常を生きていた一人の人間だったのだ。その人生が理不尽に奪われたという事実を僕たちは絶対に忘れてはいけないのだ。どうか安らかに眠っていてほしいわ。あなたのことを忘れないでいるから。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。